先生、心理学勉強したら人の心を読めるようになるんかな。毎年学生さんからこんな質問をいただきます。いや、そない簡単には読まれへん。なんで？心って見えへんよね。で、見えへん心はどうやってわかる？見えるもんで測るしかない。見えるもんって何？行動、表情、言葉。心理学は見えない心を見えるもので測っていく、紐解いていく科学というふうに言えるかもしれませんね。今日はその中で少し、ちょっとだけ面白いのを、紹介したいと思います。まず、前見てください。お母さんと赤ちゃんの視線のリズムです。相手の顔を見るか見えひんかという視線のリズムがきれいにシンクロしているのがお分かりでしょうか。お母さんと赤ちゃんの心の絆を愛着というふうに言います。愛着は赤ちゃんの情緒の安定、それから、知能の発達にすごく影響を及ぼすものです。愛着形成が順調な場合、このようなシンクロが観察されます。さて、このシンクロにはもう一つ秘密が隠れています。相手と目を合う、合わない、合う、合わない。このリズムは皆さんが普段しているお友達としているお母さんとしているお父さんとしているコミュニケーションとすごくよく似てますよね。話して相手の話を聞いて少し間がある。このリズム、このシンクロとよく似ています。つまり赤ちゃんはお母さんと目線をシンクロすることによってコミュニケーションのリズムも学んでいるというふうに言われています。たかがシンクロ、されどシンクロですよね。皆さんいずれ親にならはるよね。子供さん持った時に覚えておいてください。手元のスマホやなくて赤ちゃんの顔を見てあげてくださいね。さあ、それからもう一つ、言葉を持たない赤ちゃんの心を知る上で大事なシグナルを一つだけ今日は覚えて帰ってください。泣くというシグナルです。赤ちゃんはいろんなことで泣きます。例えば、ミルク、お腹すいたよ、おしめ濡れて気持ち悪いよ、お母さんこっち来て抱っこしてスリスリして、いろんなことで泣きます。さて、周りにいる大人はじゃあどんな反応してあげたらいいんやろ。本当はすぐに駆けつけてあげることが大事です。でも忙しいよね、お母さんお父さん、すぐには駆けつけられない。ちょっとくたびれた感じ、しんどそうなお母さんが映ってますけども、できる範囲で駆けつけてあげましょう。なぜでしょう。赤ちゃんは泣きを通して環境に働きかけていろんなことを学んでます。何を学んでるか。例えばお腹が空いた、で泣いた、満腹になった。泣くことで自分の環境が良くなった。あ、自分には環境を変える力があるんや、有能感につながります。泣いた、お母さんがすぐ来てくれた、抱っこしてくれた、スリスリしてくれた。ああ、この人信頼できる。人間への信頼関係の根っこができます。すごく大事な泣きを皆さん大人になってからもどうぞ忘れないでくださいね。さあ、今日お話ししたのは発達領域の心理学ですけれども、心理学は教育や認知やいろんな領域でそのノウハウを生かしています。ぜひ皆さん今日これを機会に心理学に興味を持たれて一緒に勉強してみませんか。